自分でフライパンで焼くタイプのチルド餃子がうまいこと容器から取り外せない。どうも、ダイアンです。もういっつも容器に皮がベリって残るんですよね。不器用なんかなっていうのは置いといて、まずですね、本日の料理はエビマヨでございます。で、ここ最近僕がずっと通っているお店がありまして、焼き鳥屋さんというか、もつ鍋屋さんというか、でそちらでこの間エビマヨを頼んでですね、そのエビマヨがまあ美味しくて、で、あまりにも美味しかったので、レシピをちょっと聞いてきました。あとはレシピって言っても、ソースの材料だけを聞いた感じなんですよ。なので分量とかもよくわからないんですけど、まあそこは試行錯誤をしながら、まあ、自分なりに近づければいいなと思います。まあ多分うまいこといかんやろうなと思いながら。それでは早速、本日も作っていきましょう。こちらが今回のメイン食材のエビですね。で、エビの種類としては、今回はバナメイエビをチョイスしました。で、このエビの種類に関して、身近なクルマエビとブラックタイガーとバナメイエビっていう3種類に関して言うと、この3種類とも同じクルマエビ科のエビなんで、見た目がそっくりですけど、全然値段が違うじゃないですか。クルマエビってそもそも漁獲量がすごく少ないんで、値段が上がるのは当然なんですけど、確か、牛エビやったかな、本名が。ブラックタイガー。あれとバナメイエビで言うと、ブラックタイガーって、水の底でこうやって、張って生活をするエビなんですよね。で、病気に弱いんですよ。ただこっちのバナメイエビって、水の中を泳いで生活してるっていうのと、病気に強いんですよ。だからバナメイエビの方が養殖がしやすいんで、値段的にはこっちの方が下がってくるんですよね。今回みたいな普段使いではバナメイエビで十分かなと思います。ではこちらのエビの下準備から始めていきます。で、エビの剥き方なんですけど、一時期エビをどんだけ早く効率よく剥けるかっていうのを研究した時期がありまして、ちょっと苦い過去ではあるんですけど、その中で僕が行き着いた結論としては、普通親指を使ってこう剥いていくと思うんですよ、エビって。手前から奥に。そうじゃなくて、この3本の指を使って、奥から手前に剥いた方が若干早く剥けます。奥から手前。奥から手前。こっちの方が若干早く剥けるんですよね。もし殻付きのエビの大食い大会とか出る時がありましたらぜひ。ちなみに今回は動画の中では使えませんけど、こちらの殻も食用として使えますので、エビチップスにしたりとか、お出汁を取ったりとか、詳しくは多分動画の概要欄になんとなくの作り方を書いていると思いますんで、気になる方はそちらをご参照いただければなと思います。ではこれからこのエビの背わたとかそこら辺を取っていこうと思います。ここのところに見える黒い筋なんですけど、これ背わたと違ってただの神経ですんで、特に砂とかは噛んでないので、もし見た目が気になる方はここを外されてください。こういった竹串とかがあれば簡単に取れますんで。ただ毒があるわけでもないので、このままでもいいかなと思います。ではここから一度このエビをお掃除して、でその後下味をつけていきます。ではこれからこちらの水気を拭き取って、で下味をつけていきます。では先にソースを合わせていきます。
んな感じやったっけ。多分練乳とスイートチリが絡むんですね。お、だいぶ近づいた。では盛り付けていきます。はい、これでエビマヨの出来上がりです。というわけで無事に完成しました。エビマヨ。いやー、今回結構大変でしたね、作るの。どんくらいだろう、20時間くらい調理してたかな。もし今後僕みたいなデカ盛りの料理を作ろうと思ってる皆さん、食材としてエビは不向き。まあただこんだけ頑張った分料理がまた美味しくなるんですけどね。で、冷蔵庫の中にトマトが余ってたんで、ちょっとトマトも並べてみました。で、こっちは安定のお吸い物って感じですね。では早速食べていこうと思います。いただきます。いやー、でもまず先に飲ませて。多分今年に入って一番染みたかもしれん、ビールが。いやでもそんぐらい大変だったんですよ、作るの。さあ、食べていきましょう。
いや、もうこれ絶対うまいよね。お店のやつとは全然違いますね。お店のやつもっと甘かったんですよね。もっと練乳感も強かったし。まあでもこれはこれで美味しいっす。これはこれで。なんか安定なエビマヨって感じですね。でも作ってから結構時間経っちゃったんで、衣のサクサク感とかはもう皆無ですね。むしろタレを吸って、こうしっとりしてる感じの衣。そしてこの分厚さ。やっぱエビマヨって、エビを食ってるのか、衣を食ってるのかわかんないぐらい衣が分厚い方が美味しいと僕は思ってるんですよ。でも揚げたてはサクサクでもっと美味しかったんやけどな。やばい、レタスがうまい。前にもちょっと言ったけど、照り焼きマックバーガーのレタスって感じ。やばい、どうしよう。エビよりレタスの方が美味しいかもしれん。っていうわけで残りがあと半分ぐらいなんですけど、確かに揚げ物やし、マヨネーズも2本ぐらい丸々使ってるんで、脂っこいのは脂っこいんですけど、レタスとかキュウリがうまいこと中和してくれてますね。もうそのおかげで最後まで多分美味しくいただけるかなって感じですかね。ただ、ずっとエビの尻尾を食べてたら、顎がバグってきました。でもエビの尻尾がうまいんですよね、これが。困ったもんや。んで、さっき甘さが足りんって言いましたけど、僕がもともと甘いのがそんなに得意ではないので、このぐらいでよかったかなって感じがしますね。いっぱい食べるってなると。でも残り半分も食べ進めていこうと思います。なんかすごいどうでもいい話なんですけど、いつもこういったデカ盛りというか巨大な料理作ってますけど、毎回思うのがこれみんなでつつき合ったら面白いやろうなと思うんですよね。いやもちろん料理は美味しいんですけど、自分で言うのもなんやけど。でもなんか一人で食べるご飯って味気ないっすよね。っていうわけで残りあと4分の1よりちょっと少ないぐらい。で、顎にはちょっとっていうかだいぶもう来てるんですけど、やっぱあれですね。殻が剥いてあるってすごい食べやすいですね。あの時のエビの時も殻剥いてくれたらよかったんですけどね。また苦い思い出がポロリってやつですね。で、今日ですね、ちょっと早めのペースで食べ進めてるんですけど、その理由としてはですね、今すごく眠たいんですよ。なんか前回もこんな感じだったな。あんまりのんびり食べてると多分僕途中でまた寝かましそうなので、ここら辺からラストスパートかけていこうかなと思います。じゃあラストスパート。
さまでした。いやー、うまかったね。まあ、ただ、お店で食べたエビマヨとは遠く及ばなかったですけど、まあ、これはこれで十分美味しかったかなって感じですかね。でもやっぱあれですね、こんだけの量のエビの尻尾を食べると、顎がバグるっていうのと、あと口の中すごい切りますね。なんかものすごい量の口内炎ができそうで、ちょっと怖いですけど、でもこんだけ美味しいもの食べれたから、まあ悔いはないですね。口内炎になろうと。で、今回このエビマヨって形でエビとソースを和えましたけど、このソースまとめて作っといて、鶏もも肉とか、あとはイカとか、ソース自体が結構油分というか油分を含んでるんで、どちらかというと淡白なさっぱりとした食材の方が合うかなって感じですかね。なんか色々と使い回ししてもらえたらなと思います。っていうところかな。眠たい。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。